皆さんこんにちは。先日このベゼルで新潟、山形の方まで旅行に行きました。で実はほぼ同じようなタイミングで ZR-V でも秋田に長距離の旅行に行きました。結構リアタイミングでこのベゼル ZR-V2 つで長距離で走ったというところで車の比較の方を何度かお伝えしてきたんですけれども、今回は長距離移動で走ることが欠かせない道といえば高速道路であります。でこの高速道路をですね、この ZR-V そしてベゼル、この2つの車で走って感じるこの両者の違い、これについてお話をしていければと思います。私がですねこの ZR-V ベゼルで走った高速道路というのが東北道であったりとか関越道といったような本当に大きい高速道路もそうですし、片側1車線で少し小さな高速道路であったりとか、地域によっては無料区間になっているところとか、そういうところをそれぞれ走りました。ですので本当に大きい高速道路以外のさまざまな高速道路を走ってみて感じた違い、また悪天候も含めていろんな状況で走りました。そういうところも含めてのこの車から感じるインフォメーションの違い、このあたりもちょっとお話をできればと思っております。高速道路を走る中で気になることは何かっていうと、おそらくパワーっていう面なんだと思うんですけれども、でまず ZR-V の方なんですけれども、あちらは2リッターと EHEV の組み合わせ、スポーツ EHEV というものが入っています。排気量が大きい分本当に余裕がありますし、非常に力強く走ってくれたというのが印象的でした。東北道とかあちらの方120キロ区間とかもあります。ああいうところも走った感想なんですけれども、どの速度域でもねアクセル踏んだ時の加速の出方っていうのが気持ちいいと、力不足感を感じることもないですし、アクセル踏んでいった時に速い速度域になってくるとこの EHEV っていうのはエンジンと直結して走っていくっていうそういう特性があります。ですのでエンジンがグーンとうなってくるわけなんですけれども、走っていてこのエンジンのうなり音の入ってくる音もちっちゃいんですよね。そういったところもありまして、この走っていてこの余裕感っていうんですかね、もうどの場面で踏んでもキュン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 出てくるし、エンジンの音がうわーって高鳴るっていう場面もほとんどなくって、本当に余裕しゃくしゃくで走っていくっていうその感覚が強くって、運転しててねパワーの面でやっぱこの車いいなと、もう本当力強いなっていうところをもうずっと感じながらね走れたというところがありました。一方でベゼルはどうかというと、この 1.5 リッターと EHEV の組み合わせということでもう単純にもう排気量が違うんですよね。この意味でどうしてもこの ZR-V と比較した時のパワー不足感っていうのは感じる場面っていうのはあります。ただ運転していて走っていて、じゃあ高速道路走れないのかというとそんなことは全くなくって、本当に十分なるパワー、もしくは必要以上に力強くグッと走っていきますし、アクセルを深く踏み込んでいた時のエンジンの鳴り方っていうのも結構アドレナリンが出るようないい鳴り方をしてくるので、力不足とかパワー不足っていうのを感じる場面って本当なかったんですけれども、 ZR-V の比較という中でいくとZR-V にこの部分っていうのはちょっと軍配が上がってくるところだなっていうのは感じながら乗っていました。特にもう一つあるのがエンジンがブーンと鳴るっていうのは EHEV の機構なので、このベゼルに関して言っても高速道路を走っていく時っていうのはエンジンと直結してグッと走っていくことになります。でエンジンがグーッと鳴るんですけれども、この鳴った時の音の入り方っていうのがこのベゼルと ZR-V 比較すると ZR-V の方が静かに抑えているという意味で、ベゼルの方がエンジンに鳴ってるなっていうのを感じる場面っていうのは高速道路パワーを出しながら走っていると感じるところあるので、そういうところも含めた総合的なこの車から感じる余裕感っていうのはやはり ZR-V っていうところに軍配が上がってきてしまうところなのかなっていうのは感じているところです。長時間長距離走りますので、やはり乗り心地静粛性というところも気になるポイントかと思います。まず乗り心地に関して言うと、マイナーチェンジ後のベゼル、羽根が本当に少なくなって路面を舐めるように走るようになりました。高速道路でも同じ挙動をしっかりしてくれて、以前のマイナーチェンジ前のベゼルと比較してリアの羽根っていうのが本当に収まっています。少なくなりました。高速道路でも路面にピタッとくっついて走っていってくれるっていう感触が非常に強いんですよね。ですので視点の変化というのも本当に少なく走れるので、とてもね乗っていて楽だなと思える、そういった乗り心地になっていたと思います。で一方でじゃあ ZR-V はどうかというと、
これ一般道の時に荒れた路面走っていく時に ZR-V の方がやっぱり揺れ結構ありましたよと、突き上げ感結構ありましたよっていう話をしました。でこの高速道路入ってきてどうなのかというと、やはり高速道路でベゼルと比較した時にも、ベゼルと比較すると ZR-V の方が路面フォーメーションっていうのは感じる場面っていうのは多いと思います。下からの突き上げの時に大きいギャップをバーンって通過する時にガツンってくるところっていうのはどうしてもね ZR-V からは感じますので、この意味でいくと確かに ZR-V とベゼルで比較すると ZR-V の方がちょっとコツコツ感感じるなという結論にはなってしまうんですが、ただですね、これ一般道の時にお話ししたようなこの ZR-V とベゼルの差っていうのはなくてですね、結構近いところ、特にやはりZR-V 高速道路走ってくるとこのヒタッと感っていうんですかね、あとビタッと走ってくる感覚っていうのがぐーっと増してくるんですよね。やはりこの速い速度域、力強く走っていく時にこの進化を発揮する車が ZR-V だと思っていますので、そのあたり高速走ってくるとぐっと出てくるんですね。ですので乗っていってのこの乗り心地、この下からの跳ね感、突き上げ感っていうところに関しては一般道のような差はなくって、路面からのインフォメーションを抑えるようにグッとやってくれると、相対的な評価をしてくるとやはりベゼルの方が乗り心地というところはちょっと上に来るのかなっていうところを感じます。静粛性に関しては一長一短がありまして、走っていて外から入ってくる音の遮音はどうなのっていうところに関して言うと ZR-V かなと私は思います。高速で走ってくると周りいろんな車走っています。外から他の車の音がいっぱい入ってきますけれども、そういった音をねしっかりと抑えるその割合が高いのは ZR-V かなと思うんですが、ロードノイズっていうところに関して言うと ZR-V とベゼル両方とも静かにグッと抑えてる車なんですけれども、荒れたところをねこう走っていく時には ZR-V の方が荒れた路面でのロードノイズの耳に入ってくる音圧っていうんですかね、ここはちょっと高いかなというような印象があるので、ロードノイズというところでいくとちょっとベゼルの方が静粛性の意味では勝ってくる部分はあるかなと。ただ外からの音の入り込みの少なさっていうところに関して言うと ZR-V っていうところなので、これだと一長一短あるのでちょっとコースつけたい部分はあるのかなっていうのが乗っていての感想になります。高速道路走っていて気になるのっていうのは運転支援系の機能だと思うんですけれども、このベゼル ZR-V それぞれ使いましたが、同じホンダセンシングなんですけれども、私は ZR-V の方がいいなというふうに感じました。これは渋滞時の車の挙動とかそういうところが主に原因かなと思います。これよくベゼルの動画で話してますけれども、どうしてもねこのホンダセンシングまだまだ粗い部分っていうのがありまして、渋滞路を走って前車を追従しなきゃいけない低速でゆっくりと近づいていって離れて近づいて離れてっていうのを繰り返す、そういった高速道路の渋滞っていう中で使う時の粗さがどうしてもねベゼルっていうのはあると。で ZR-V に関して言うとそこまでのその粗さっていうのは感じないんですよね。そこの差だけです。流れてる道を走っている時に関して言うと両者とも本当に使える機能ですので全然差はないと思ってはいるんですけれども、渋滞時の挙動というところ分だけで ZR-V の方がいいかなと思うと。で大体その地方の方に高速道路で走っていく時若干の渋滞はあるとはいえ、基本的には流せる時間っていうのは長いので、そういう意味でいくとこの差はでそこまで大きなものではないかなとは思ってはいるところであります。高速道路走っておりますと渋滞によく遭遇することもあると思います。でその際にホンダセンシングを使ってですね走ることもあるわけなんですけども、自分でホンダセンシングを切ってですね自分の運転で走ることも渋滞時あると思います。でその時の扱いやすさなんですけども、これについてはベゼルも ZR-V も甲乙つけがたい、どちらもレベル高いなっていうふうに感じるところがあります。と言いますのも、例えば我が家で持っている他の車と比べるとしたらトヨタのカローラクロスになるんですけども、トヨタのカローラクロスもパワーもありますし乗り心地もよくてとてもいい車なんですけども、そういった渋滞時のですね低速で前の車についていったりとか、ブレーキを踏んだりとかそういう動きに関しての緻密さはやっぱりですねベゼルや ZR-V のホンダ車の方がとてもね緻密なんですよね。ですのでカローラクロスも全然そこは悪くはないんですけども、その緻密さの度合いがやっぱりベゼル ZR-V ものすごいなっていうふうに渋滞に入ると思うので、やっぱその点に関してはどちらがいいっていう話ではなくって、ホンダ車すごいぞっていうところを感じる瞬間かなというふうに思います。これは一般道にも翻って言えるわけなんですけども、本当に低速時のね扱いやすさ、ブレーキとアクセルワークのしやすさ、あと自分がこれぐらい動いてほしいな、これぐらいで止まってほしいなっていうところのこの意思疎通が車としやすいっていうのは
このベゼル ZRV かなというふうに感じています。ハンドリングっていうところですね、高速道路でも車線変更等々するときのこの車の挙動であったりとか、ステアリングを切り込んでいった時の感触っていうところをですね、これに関してもう少しお話ししたいと思います。なかなか高速道路でそんなに車線変更するような機会っていうのは、まずない、ステアリングをバンバン動かすということはないと思うんですけれども、感触としては両方ともやっぱりいいなというふうに思うところでありました。特にベゼルに関して言うと、マイナーチェンジ前の時の方が下を噛むような感じの動き方をしてたところが、しっとり滑らかな動き方に変わったんですよね。この意味でベゼルと ZRV それぞれこうつきがたいすごくいい車の動き方になったなというところ、これが乗っていて感じているポイントであります。実際じゃ車線変更した後の挙動っていうのはどうなのっていうところなんですけれども、個人的な感覚では ZRV って、リアの方が独立連下してるんですよね。ですのでどうしてもこうグッと走っていて車線を変更しますキュッと切ってた時にお尻を振るような動きっていうのが若干あるんですよね。これは前から ZRV の動画でもお話をしていました。以前私が乗っていたアウディ Q3 スポーツバッグっていう車も結構お尻が動くんですけれども、なんかあれに近い動きを ZRV するんですよねっていう話をしていました。であれって車線変更をスッとする時に塊感が若干薄れちゃうんですよね。この意味でベゼルの方が塊感を持って車線変更ができるっていうところは乗っていて感じます。ただそこはねそんな大きな差では全然ないなというところでもあるので、両方ともねすごくこの高速道路で車線変更するハンドル操作する時の動きっていうのも緻密でとても気持ちよく動くなというところが印象として残っているところであります。高速道路を走っていくという中でもう一つ重要なポイントがありまして、それはどれだけ1回の給油で後続できるのかというところかと思います。サービスエリア、パーキングエリアが密集している地域であればどこかで給油できるっていうことになるんですけれども、結構その場所によってはですね、次の給油ができるガソリンスタンドがあるパーキングエリアとかサービスエリアまで相当距離ありますよっていう、そういった高速道路っていうのもあったりします。そういう中で給油を気にしながら走んなきゃいけないってなると結構プレッシャーになってきますし、高速道路でそれが発生するとやばいなって思うんですね。この意味で1回の給油をした中で結構走れるなっていうふうに思えた車はどっちかっていうと、これはもう ZRV かなっていうところですね。燃費性能というところでいくとベゼルの方にもちろん軍配は上がります。これはその車の排気量もそうですし車重も違いますし、実際にそのカタログ上燃費に関してもベゼルの方が上になってくるわけですけれども、満タン給油した時に走る距離っていうところだとやはりこのタンク容量が ZRV の方が大きいっていうところも相まって満タン給油後の安心感っていうのは ZRV の方が高いなと、 ZRV の方が結構本当走るなっていう、そういった感触であります。実際に給油する回数っていうのも ZRV の方が1回ぐらい少なかったんですよね。この意味でその高速道路をバンバン走っていくその中で給油の心配をしなくてより良いのはどっちかというと ZRV の方になるかなと思います。ただね、このベゼルに関してももちろんそのカロアクロスとかああいったライバル車種と比較するとちょっと燃費性能劣る部分はありますけれども、それでもねリッター20キロは軽く超えてくる燃費というのは私走って叩き出されてますので、1回満タン給油すれば700キロ800キロは走ります。それだけでも十分じゃ十分かなと。体感的にいくとカローラクロスよりもベゼルの方が満タン給油して走る距離は長いかなっていうふうに体感的には正直感じてます。両方とももう 2,3 年乗ってるんですけれども、この意味でベゼルも優秀であると私は思ってますが、ベゼルと ZRV っていうところで比較した時にはもう物理的に ZRV の方が走る距離は長いなっていうところを感じてます。2車線3車線の大きい道路だけではなくって1車線だけの小さい狭い高速道路を走るっていう場面も多くありました。この時の感想なんですけれども、両者ともですね車の幅が取りやすくって自分のレーンをしっかりと走りながら目的地まで行けたわけなんですけれども、じゃあこの両者を比較した時にそういった高速道路を走りやすかったのはどっちかというと、私はねやはり ZRV よりもベゼルの方かなと。これはもうベゼルの方がこの車幅が入りやすいですし物理的にも幅が小さいんですよね。コンパクトというところもあってレーンっていうところは気にせず
しっかりと走れたというところがあるかなと。でこれ車の特性にもあって、ベゼルって結構走っていてそんなにこの車の大きさを感じないような作りになってるんですけど、 ZR-V に関して言うとこのどっぷり感っていうんですかね、大きい車を走らせてますよっていう感覚もあえて出してくれてるんですよ。でそういった大きい車を走らせてるよっていう感覚って、やはりこの乗っていてこの車でかいなって思う、そのところの精神的な部分っていうところも含めて考えると、小さい高速道路、狭い高速道路を走る時のこの圧迫感であったりとか精神的余裕感っていうのはベゼルの方が高いかなっていうふうに思う。それからやはりこの上から見下ろして運転できる、着座位置がベゼルの方が上なので、上から見下ろして高速道路も走れます。 ZR-V で比較した時に、そうするとやはり上から見下ろした方がね、前もよく見えますし道もよく見えますし、車の幅と車線の幅、この辺りも本当に的確に把握しやすいというところもあるので、やはりこの狭い高速道路を走る時っていうののプレッシャー感が少ないっていうところは、このベゼルというところに軍配が上がってくるところかなとは思います。あと、やはりこの悪天候の中の高速道路を走るというところもいたしました。で、この中で感じたことっていうのは、ベゼルも ZR-V も双方運転がしやすいなというところ、これに尽きるかなというふうに思います。この窓ガラスの大きさとかリアガラスの大きさとかいろいろベゼルも ZR-V も形状違うのであるんですけれども、しかし両方とも運転をしていて運転しづらいなとか、雨の中でちょっとこの車きついなとか、そういったことを感じる場面っていうのは本当になかったんですよね。両方とも運転しやすいなと。ワイパーのところの性能も非常に高いんですよね。ですのでやはりこの雨の高速道路を走るという悪天候、悪条件の中でもですね、両方とも非常にしっかりと走れましたので、これでもさすがホンダさんだなというふうに感じた、そういったポイントかなと思います。統合してじゃあこの ZR-V とベゼルっていう車、高速道路を走っていってどっちが楽なのかというところなんですが、これはねやっぱり好みも分かれてくる部分だとは思っています。乗り心地とか静粛性というところ、ポイントだけパッと見た時には確かにベゼルの方が勝っている部分っていう、もしくはベゼルの方が楽だなって思える部分っていうのはあるんですが、そのね差っていうのはそんなに大きくないっていうところになっています。で一方でじゃあパワーというところに関して言うと、もうお伝えした通りもう絶対的に ZR-V の方がパワーがある、余裕感があるんですよ。どういう場面でアクセル踏んでもギュン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 出てくるので、この辺りのパワーの余裕感っていうのはもう ZR-V に軍配が上がっていくと、その他そのいろんな場面で使う時には、車の車体の大きさ分の差はあって、それから来るものはあるんですけれども、やはり全体として ZR-V もベゼルも非常にレベル高く作られている車であります。私個人としてはどっちがおすすめなのかと言われると、私は ZR-V かなというふうには思います。それはですね、パワーの余裕感というところと1回の満タン給油で走れる航続可能距離の長さ、こういった部分ですね、この辺りはなかなかね他に変え難い部分があるのかなというふうに思うので、僅差なんですけれども、個人的にはね ZR-V で走った方がより楽かなって思える部分であったりとか、安心できるかなという部分があるのかなと私個人としては思ったところでございます。ということで今回はこの ZR-V ベゼル、この2つの車で旅行に行きました。長い距離高速道路を乗りました。でこの長い距離高速道路を乗った時のZR-V とベゼルそれぞれから感じたインフォメーションであったりとか、この走りや乗り味とかそういう部分の違い、どんなところにあったのか、またどっちが良かったのかなっていうところも含めてお話の方いたしました。今回の動画が面白かったな、参考になったなと思っていただきたいでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チュンチュン TV では今後もこの ZR-V、ベゼルといったホンダ車の情報を出していくことを予定をしておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。